はい、どうも藤井です。今回はフリッパーズギターです。様々な音楽から引用を行うマニアックな面と都会的でおしゃれなイメージで、後に渋谷系と呼ばれるジャンルを代表するグループになりました。メジャーでの活動は1989年から91年のたった3年だったのですが、それまでの日本のバンドとは何か違う斬新な印象を残しました。今回は彼らのオリジナルアルバム3枚を紹介します。まずはフリッパーズギターの結成から。1987年にギターボーカルの小山田圭吾、キーボードの井上由紀子により PB60s というバンドが結成されます。しばらくして PB60s はロリポップソニックと改名し、ベースの吉田修作、ドラムスの荒川康信、ギターサイドボーカルの小沢健二が加入して5人編成のバンドになります。そして1989年に彼らはメジャーデビューすることになるのですが、その際バンド名をフリッパーズギターに改めています。1989年リリースのファーストアルバム Three Cheers for Our Side 海へ行くつもりじゃなかったのタイトルはイギリスのバンドオレンジジュースの曲名から付けられています。このアルバムでのサウンドはそのオレンジジュースのほか、アズテックカメラ、モノクロームセット、またはザ・ヒットパレードなどのバンドからの影響があります。今挙げたバンドたちはネオアコースティック、略してネオアコというジャンルでくくられているのですが、これは海外では通じない和製英語だそうです。1980年代のイギリスのインディーシーンの中でクリーンな音質で美メロ志向、どこか青臭さを感じさせる、そんな音を出していたバンドをピックアップして、日本の雑誌などが定義したのがネオアコの始まりみたいです。しかしイギリスのインディー、ニューウェーブとかに関心がある人以外には浸透していなかったようですね。で、フリッパーズのこのファーストアルバムはそのネオアコからの影響が大きいサウンドで、彼ら自身も、オレンジジュースからのアルバムタイトルやザ・パステルズというイギリスのインディーバンドをモチーフにしたさよならパステルズバッジという曲名からもわかるように、自分たちの影響を受けたもの、好きなものを積極的に発信していったんですね。しかしこの辺りのバンドって意外とボーカルがこってりしてたり癖が強かったりするんですけど、そこはフリッパーズのメインボーカル小山田圭吾さんの少年のような高いトーン、ウィスパー気味のその歌声、そこにかぶる小沢健二さんのハモリ、この繊細な感じのするボーカルスタイルがフリッパーズギターの一番の音楽的特色かもしれません。あとそのハーモニー部分の影響元としてはソフトロックというジャンルが挙げられます。これはまた海外では通じないというか意味が違ってくるそうで、日本でいうソフトロックは向こうではサンシャインポップというみたいです。これは1960年代のビーチボーイズなどの流れを組むハーモニーを重視したロックポップスです。ハーパース・ビザールやロジャー・ニコロス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズなどを聞くと、ネオアコと同等かそれ以上にフリッパーズの影響元だと感じます。このアルバムは全体に軽やかでポップなバンドサウンド、そして全曲英語の歌詞で歌われていて、おしゃれな印象を受けると思います。音楽の内容としてはとてもマニアックで、聴いている人これわかるかなみたいなちょっと意地悪さというかスノップな感じはあると思います。ポップなんだけど少し敷居が高く感じる人は感じる、かもしれません。その印象というのはフリッパーズギターの根本にある部分ですかね。フリッパーズはファーストアルバムリリース直後に小山田さんが交通事故で入院し、一時活動休止になります。そこで小山田さん、小沢さん以外の3人が脱退し、以後フリッパーズギターは2人のユニットという形になります。そして1990年セカンドアルバムカメラトークをリリース。先行シングル恋とマシンガンはドラマの主題歌にもなりヒットしました。こちらはファーストアルバムと違い全曲日本語の歌詞で歌われています。ちなみにフリッパーズの歌詞はほぼ全曲小沢健二さんが作詞していますね。結果日本語のポップスとして完成度の高い親しみやすいものになっていて、一気に一般リスナーまで浸透したように思います。サウンド的には前作を踏襲した部分も大きいですが、一部の曲では打ち込みを使ったり音楽性の幅がかなり広がっています。カメラカメラカメラはエレクトロポップ調のアレンジですが、
個人的にはシングル版のギターポップバージョンの方が好きです。これ良すぎますね。アルバムの話に戻しますと、日本語詞になったことはやはり大きくて、そのモチーフがおしゃれでキラキラしていて夢のような世界に感じ、田舎者の自分からしたら憧れみたいなものがありましたね。あと歌詞の面で結構語尾が、だろうっていうのが、ないないするだろうとか、忘れはしないだろうとか、そういうのが多いですよね。このちょっとふわっとした物言いが当時はとても新鮮に響きました。このセカンドアルバム、サウンド的には過渡期の作品とも思えますが、思わず口ずさんでしまうような良いメロディーの曲が多いキャッチーで親しみやすいポップアルバムになっています。そして1991年にサードアルバムドクターヘッズワールドタワーヘッド博士の世界灯がリリースされます。この作品はこれまでの作風からかなり変化がありまして、クラブミュージック経由のダンサブルなリズムとサウンドコラージュによるサイケデリックな印象を持つアルバムになっています。そういったサウンドを作るにあたって多用されているのがサンプリングという手法です。まず1曲目、ドルフィンソングを再生してみると、聞こえてくるのはビーチボーイズの名盤ペットサウンズに収録された God Only Knows のイントロそのもので、レコードからサンプリングして無断で使用しているようです。そしてこのサンプリングの手法はアルバムを通して多用されていて、使用された既存の音源は相当な数に上るようです。現在このアルバムはサブスク化されておらず CD の再発もない。その原因はこの無断サンプリングにあると言われています。フリッパーズギターがサンプリングの手法を大々的に取り入れたのはイギリスのロックバンドプライマルスクリームのローデッドという曲の影響だと言われています。ローデッドは1990年にリリースされたシングル曲で、プライマルスクリームの既存の曲に他のアーティストのサンプルも加えられリミックスして再構築した曲になります。この曲は当時のイギリスでのマッドチェスターセカンドサマーオブラブと呼ばれたムーブメントの時流に乗りヒットしました。ヘッド博士の世界灯はこうしたイギリスでのムーブメントとの同時代性が強く意識されたサウンドになっています。プライマルスクリームやマッドチェスター系統のバンドの他にもいろいろな要素が詰め込まれ、アクアマリンという曲はマイブラッディバレンタインのサウンドそっくりです。しかもこのアルバム、プライマルスクリームのスクリーマデリカやマイブラッディバレンタインのラブレスより前にリリースされているんですよね。つまり先行して発表されていたシングルに反応してそのサウンドを作り上げているんです。このレスポンスの速さの感覚は今では分かりづらいかもしれません。実質インターネットのなかった時代に海外のインディー系のアーティストと同時期に同じような音を出しているのを自分たちは素直にすごいなと思って聞いていました。今だったら即パクリだと言われて炎上しているかもしれませんね。それが当時そこまで大きな批判炎上騒ぎにならなかったのは、当時は情報の伝達が遅く、一般人は雑誌などを主な情報源にしていて、すると数ヶ月単位でタイムラグがあったことや、またはサンプリングという手法がまだ法律上グレーゾーンの手法だった。だから特にヒップホップの世界などでは盛んに行われていたと。あとはフリッパーズギターはデビュー時からオマージュ的表現でネオアコやソフトロックなどのマイナーなバンドを紹介するハブ的役割、DJ 的役割と言っていいかもしれませんね。それを意識的にやっていたとも感じます。ファンはそれを通じていろいろな音楽に触れていった。ヘッド博士の世界灯での引用もその流れで言えば自然なことなのですが、今までと違うのはそのものズバリの音を使っちゃった。それは今思うと明らかに倫理上問題があるのだけど、そういった DJ 的な手法を取り入れることで生まれる新しい感覚みたいなものを自分たちもドキドキしながら聴いていたように思います。あと、このアルバムがリリースされた後、突然フリッパーズギターは解散してしまったということも言っておくべきでしょう。歌詞はすべて小沢健二さんが書いていますが、ヘッド博士の世界灯の歌詞をよく読んでみると、どこか解散を示唆するような、終わりを意識させるような歌詞が散見されるんです。それを意識して聞くと、とても切ないというか、心がヒリヒリするような感覚があります。
そして去年でしたか、小沢さんが解散は自分が切り出したという旨の文章をツイッターに投稿していましたね。この解散劇は30年以上経った今でも2人の間のわだかまりになっているのかもしれません。もしかしたら再発、サブスク化がないのはそれが関係しているのかもしれませんね。フリッパーズギター解散後の2人は、小山田さんはコーネリアスというソロユニットとして、小沢さんはそのまま小沢健二としてソロで活動していきます。それぞれ彼らの作品を聴いていきますと、フリッパーズギターのサウンド面のイニシアチブは小山田さんが、歌詞の世界は小沢さんが作っていたのがよくわかります。2人の資質が絶妙なバランスで混ざり合い成立していたのがフリッパーズギターなんだなと思います。フリッパーズギターは渋谷系というジャンルにくくられていますが、それは彼らが解散した後に言われるようになったようです。渋谷系をウィキペディアとかで調べてみると、1980年代から90年代にかけて外資系のタワレコや HMV などが渋谷で開店し、最新の音楽の発信源と見なされるようになる。そうした外資系 CD ショップでは、それまで日本ではあまり流通していなかった古い洋楽なども大量に店頭に並び、マニアックにディグる文化が出来上がっていった。そういった界隈で人気のある邦楽アーティストというのがフリッパーズギターやピチカート5などで、そういった層にとって彼らはある種の仲間意識だったり、または憧れの対象だったのかもしれませんね。自分も当時彼らがオマージュした60年代の音楽から最新のクラブミュージックまで幅広くカバーした音楽センスと洒落たイメージにちょっと鼻白む感じがありつつも、羨望の眼差しで見ていたように思います。そこから時間が経ってインターネットが普及し、現在ではサブスクでありとあらゆる音楽が聴けるようになって、自分の足を使わずともマニアックな音楽にアクセスできるようになりました。そうすると当時の彼らの立ち位置って分かりづらくなっているのかもしれません。まあそうした難しいことを考えずとも、キラキラとしたポップセンスにあふれたサウンドは未だに色あせてないと感じます。3枚とも時々手に取って聴きたくなる作品ですね。個人的にはヘッド博士に思い入れがありますが、今回聞き返してみて意外と海へ行くつもりじゃなかったがエバーグリーンな感じがして、これはずっと聴き続けるアルバムなのかもと思いました。はい、今回はフリッパーズギターについて語りました。ご視聴ありがとうございました。